ンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはシュパット風簡単エコバッグの作り方です。前回ご紹介させていただいたシュパット風エコバッグよりもさらに簡単に持ち手をつけることができる方法をご紹介させていただきます。サイズは横幅8センチ、長さは80センチの大容量サイズになっています。バッグをこのように広げていただきましたら、スーパーで買った品物を簡単に入れることもできます。そしてこちらの持ち手の部分を持っていただきましたら、このように簡単にバッグになります。そして閉じる時も簡単。こちらの端と端を持っていただきましたら、このように簡単に閉じることができます。そしてこのようにコンパクトに畳むこともできますので、バッグの中でかさばりません。とても便利なエコバッグに仕上がっていますので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではシュパット風エコバッグの材料を紹介します。まずこちら生地の方は縦100センチ、横幅80センチを1枚ご用意ください。今回は撥水加工されたナイロンオックス生地を使用しています。そして持ち手は今回アクリルテープを使用しています。横幅 2.5 センチのものを長さ82センチを2枚ご用意ください。そしてこちらはグログランテープです。横幅 2.5 センチから3センチのものを 18.5 センチを2枚ご用意ください。こちらは平ゴムですね。横幅1センチのものを長さ18センチを1枚ご用意ください。それではこちら生地の端に1センチ1センチで三つ折りをしていきます。まず裏面を上に向けて置いていただきまして、こちらが横幅80センチで、こちらが縦100センチです。そしてアイロンをかける前にはナイロンオックス生地を使用している場合、アイロンの生地は中低温に設定してください。アイロンが高温ですと生地が溶ける場合がございますので、歯切れなどでまず一度試してからアイロンがけしてください。それでは1センチ1センチで三つ折りをしていきます。反対側の方にも1センチ1センチで三つ折りします。1センチ1センチで両端を三つ折り完了しましたら、このように待ち針で留めていただきまして、三つ折りした部分をミシン掛けします。それではこちら裏面を上に向けてこのように置いてください。こちらが先ほど三つ折りした部分です。そしてこちら端から4センチで折っていきます。4センチで折りましたら待ち針で留めておきます。反対側も同様に4センチで折ります。
このように両端を4センチで折り待ち針で留めておきました。それではこちら両端を4センチで折りましたら、持ち手テープをつけて縫っていきます。まずこちら端から25センチのところに印をつけます。そして反対側の方にも端から25センチのところに印をつけます。そして印をつけた位置から5センチのところにも印をつけておきます。こちらから5センチですね。反対側にも同様に5センチのところに印をつけておきます。そうしましたら、こちらの印をつけましたら、こちら一旦待ち針を少し外していただきまして、こちらの折ったところにこの持ち手テープを挟みます。この4センチで折ったラインにきっちり合わせて持ち手テープを置いてください。持ち手テープを挟んでいただきましたら、もう一度このように4センチで折りまして、このようなピンで留めます。持ち手テープがこちらの端についている状態にしてピンを留めてください。このように留めましたら、こちらの4センチで折ったこの端のところの部分を端から 2、3 ミリの位置ですね、そちらをミシンで縫います。こちらの25センチのところまで縫っていただきまして、5センチのところまで戻ってこちらを何度か返し縫いします。反対側も同様に25センチのところまで縫っていただきまして、5センチのところまで何度か返し縫いします。反対側にも同様にこちら持ち手テープを挟んでいただきまして、25センチのところまで同様に縫ってください。それでは縫います。こちらの端から 2、3 ミリのところを縫います。こちらを縫っていただく際に持ち手の部分を一緒に縫ってしまわないように気をつけて縫ってください。先ほど印をつけたこちらの25センチのところまでまず縫います。そして返し縫いします。先ほど5センチの印をつけたところまで返し縫いしまして、もう一度こちらを何度か縫います。こんな感じです。こちらにも同様に縫います。こちらの5センチの印をつけた部分を何度か返し縫いしてください。このように縫い終わりましたら、こちらの持ち手テープを挟んでいる端の部分を縫っておきます。だいたい端から5ミリの位置を縫ってください。反対側にも同様にこちら持ち手の部分を縫っておきます。こんな感じです。反対側の方も同様に縫っておいてください。それではこちら両端がこのように縫えました。持ち手の部分はこのように縫い付けています。こちらが開いている部分ですね。そうしましたらこちらの持ち手の部分はこの端の出ている部分はカットしておきます。このようにカットが終わりましたら、一旦横に向けておいていただきまして、こちらの部分に4センチずつの印をつけておきます。反対側にも同様に4センチずつ印をつけてください。このように印をつけましたら、一度半分に折っていただきまして、中央のところに目印をつけます。このように中央のところに待ち針で印をつけておきました。それでは先ほど4センチずつでつけた印を目印にしながら蛇腹に折っていきます。まずこちらの端の部分はこのように山折りに折っていただきまして、そしてこちらの印を目印にこのように折ります。このように折っていただきましたらピンで留めておきます。ピンで留めましたらこちらアイロンで押さえておきます。同様に蛇腹に折っていきます。このよう
に4センチずつ蛇腹に折りましたら、反対側も同様に蛇腹に折っていきます。このように4センチずつの蛇腹に折っていただきましたら、端のところをこのようにピンで留めておきまして、端から1センチのところ、そして端から2センチのところに両端を縫います。こちらも1センチのところ、2センチのところを縫ってください。それではこちら端から1センチと2センチのところを縫います。このように縫えました。それではこちら1センチ、2センチで縫いましたら、こちらの1センチのギリギリのところでカットしておきます。こんな感じでカットしておきました。それではグログランテープを用意してください。こちら半分に折っていただきまして、このように待ち針で留めておきます。このように待ち針で留めましたら、端から縫い代1センチのところを縫います。こちらグログランテープを端から1センチでこのように縫っていただきましたら、一旦このように縫い代を開いて裏返します。そして一つの方はこのような輪になっていますので、縫い代の部分が中央に来るような形で、こちらの端の方を待ち針で留めます。そして反対側の方にはこちらの平ゴムを挟んで待ち針で留めます。このように中央のあたりにこのように縫い代の割った部分に平ゴムを留めていただきます。平ゴムを挟んでこちら待ち針で留めます。このように留めましたら、こちら端から 3mm あたりの位置を縫います。ゴムを挟んでいるところは何度か返し縫いしておいてください。こんな感じです。それではグログランテープの中に本体を入れます。奥まできっちり入れていただきましたら、待ち針で留めます。反対側も同様にグログランテープの中に本体を入れます。入れましたら待ち針で留めます。待ち針で留めましたら、こちらの端のところをだいたい 3mm から 5mm あたりのところを縫います。反対側も同様に縫います。それでは縫います。こんな感じです。シュパット風エコバッグが完成しました。こんな感じです。肩にかけて使うこともできます。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご覧くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。